皆さん、お久しぶりです。今年も、ついに、この季節がやってきましたね。そう、クラシックソニックの季節です。6月23日には、ゲームギアシリーズを収録したコレクションソフト、ソニックオリジンズプラスが発売されます。ということで、去年は、オリジンズに向け、メガドライブ作品4作を予習攻略しましたが、今年は、ゲームギア作品を予習していきましょう。最初に注意なのですが、ゲームギア作品の大半は難易度が非常に高く、撮影に時間がかかっています。現時点での予定では、発売日までにアクション系の8作を攻略予定です。それ以外は、時間がかかる上に、ジャンルも全然違うため、とりあえず、このチャンネルの方針に従って、アクション系を最優先で攻略します。早速始めましょう。今回攻略する作品は、こちら、テイルスのスカイパトロールです。コンティニューこそ、無限にできる作品ですが、結構難易度が高い作品となっています。テイルスが主人公のスピンオフ作品で、強制スクロールで進むゲームとなっています。ストーリーや細かいルールは、実際ゲームをしながら話していきましょう。ストーリーですが、悪い魔女のウィッチカードがある島の動物たちを捕まえてクリスタルに変えています。それを見たテイルスは、一人で勇気を出して、島に平和を取り戻すために戦うことを決意します。時系列としては、ソニックにより後になります。ソニックと出会って以来初の一人旅の途中の出来事だったみたいですね。操作に使うのは、ボタン一つとキーのみのシンプルなゲームです。同時押しなどのテクニックもありません。最初はトレーニングエリアです。ちょうど、ゲームの内容を説明しましょう。テイルスは自動で進行しますが、キーを左に入れると減速、右に入れると加速します。上下移動もキーで行い、いずれかのボタンを押すとリングで攻撃、押しっぱなしでリングを回転させます。リングは普段アイテムを取ったり仕掛けを動作するために接触させる必要があるのですが、回転中は当たり判定がないので、動作させたくない仕掛けがあった場合はこれで回避できます。黄色いパネルが回転していますが、回転中にぶつかるとアウトです。回転した後に通り抜けましょう。矢印のついた看板の近くにあるボールは、リングで掴むと、矢印の方向に飛びます。罠配置はなく、移動が速い上に、フライゲージを消費しないため、活用しましょう。ベルはチェックポイントです。直接か、リングで触れることで記録されます。また、トロッコは、フライゲージを消費せず移動できるため、これも活用しましょう。リングで掴んで起動します。ボタンを押すとトロッコから離れます。今のブロックですが、黄色い部分を壊すと全て壊れます。青を地道に壊しても大丈夫ですが、狙える場合は黄色を狙うのがいいでしょう。フライゲージですが、画面左上のゲージですね。これが全部赤になるとテイルスが飛行できず、ミスとなります。落ちているミントキャンディーを取ると回復できます。星のマークの看板は無敵です。取ったら、一定時間は壁にぶつかったり攻撃を受けても問題なく進めますので、加速しましょう。話している間にトレーニングエリアをクリアです。一部ギミックは解説しきれなかったため、必要な場面で解説しますね。ここからが本番、ウェールキャニオンです。本家ソニックと違い、上ルートに行くほど仕掛けが厳しいという設計のゲームなので、基本的には下ルートを通ります。ここから敵が登場ですね。敵の攻撃はこちらのリングで撃ち落とせます。攻撃を受けた場合はテイルスが落下し始めますが、ボタンを連打することで復帰できます。ただしフライゲージを少し消費するので、できる限り落とされないようにしましょう。動きを見てもらうとわかると思うのですが、敵を倒す場合は少し下から斜め上に攻撃するのがやりやすいです。上か同じぐらいの高さだと反撃を受けやすいからですね。ちょうど良いタイミングなので、風船について説明です。風船を装備すると、前に進む速度がかなり減少し、左に入れると停止、右に入れるとわずかに進みが速く、上に入れると大きく上昇します。上に行きたい時に使いましょう。砲台の敵が装備している場合、砲台本体の方を攻撃することでも切り離して使うことができます。これは、スイッチです。リングを飛ばさずに触れさせることで起動、一部のゲートが開いて先に進めます。無
無視すると場所によっては積むので注意。攻撃を受けた際に復帰に成功すると少しの間無敵時間が発生します。これを利用することで濃い弾幕地帯を安全に抜けたり壁を一部すり抜けることができます。どうしても回避が厳しい場面が来たら試してみるのも手ですね。そろそろフライゲージが厳しくなってきましたね。ギミックをうまくたどりましょう。この後重りを使いますが落下次第早めに切り離すようにしましょう。ここに限らず大体落下した後は落とし穴という罠があるためですね。早すぎると壁にぶつかって普通にアウトなので注意。ここは最終的には風船で上がる必要がありますが最初は下に行くと攻撃が少ないので下ルートがおすすめです。いよいよボス戦です。ホッケウルフですね。ボス戦共通のパターンですが基本後ろからボタン連打でリングで攻撃します。一部の攻撃や本体はリングで掴めるため掴んだものをぶつけるか敵を直接壁に叩きつけるとさらにダメージが増えます。前に出てしまった場合は掴むようにするのを意識しましょう。次のエリアはルーインウッドです。このエリアの共通したアドバイスですが天井と床が近く狭いためダメージ後の復帰は急ぎましょう。ボールは基本無視安定ですね。理由としては遠回りになりやすく速度もつくので壁にぶつかるリスクがあるからです。トロッコに関しては安全に進めるので全部使うつもりでいきましょう。次の飛び出す棒が少し厄介です。ボールは使わず減速で侵入し2番目の棒がくっついたのを見たぐらいで右に入れるとうまく抜けられます。上から赤い玉が降ってくるので斜め上に攻撃して落としておきましょう。トロッコで登りきった後離れることで正面に無敵があります。取って全力で加速します。離れ分は一定時間すると破裂して全方向に攻撃します。できれば破裂前に倒しましょう。ここから先は少し上をキープすると無敵を取れます。突然出てくる破壊弾は攻撃で壊して抜けましょう。チェックポイント後は無敵がある場合は下に行くと楽ですね。無敵があると接触時にセーフですが加速していれば大体は周期的に引っかからず抜けれるとは思います。洞窟を抜けた後のエリアは新しい敵が出現しますがそのうちニッシュはテイルスのリングを掴んで攻撃や移動を封じてきます。対処法ですがリングが接触しなければいいので判定がなくなるようにボタンを押しっぱなしで回しているだけで大丈夫です。しばらくは狭い通路が続きます。攻撃の頻度はそんなにありませんがダメージを受けた場合復帰は早くすることを心がけましょう。ボスのベアンシャです。通路は狭いままなので先ほど話したように復帰はお早めに。基本が変わらずですが狭い分敵を掴んで投げやすいため積極的に投げてやりましょう。掴もうとして反撃されてばっかりですが無理に狙うより飛ばして攻撃しづらい位置にいたら少し前で待機して掴めたらラッキーぐらいに思っていた方がいいでしょう。やっと撃破です。ちょっと時間がかかりましたね。次のエリアはメタルアイランドです。空中要塞のステージで侵入を阻むプロペラや要塞らしい多くの敵が立ちはだかります。ただし床は少ない関係上攻撃を受けても復帰がしやすい特徴があるので考え方次第ではこれまでより楽かもしれません。道中はボールのような強制移動も多いですがどちらかといえば罠になるのでリングは回しっぱなしにしておくのがおすすめですね。気がつきましたか？フライゲージが雲に隠れます。通るルート次第では確認が難しいのでできる限りはキャンディーを拾うようにしましょう。
攻の弾はリングで撃ち落とせます。振り子のような動きをしている鉄の物体は当たると姿勢は崩すもののアウトではないので無理に避ける必要はありません。ちなみによく見かける大きなプロペラに関しても真ん中以外は当たり判定がありません。ここからは斜め上に向かいましょう。敵や障害物が多く攻撃を受けることが多いかもしれませんが、幸い姿勢を崩した状態でぶつからない限りはセーフなので素早い復帰を心がけましょう。ボールは避けるように言いましたが、この後のだけは捕まった方がいいです。安定してキャンディーを取ることができます。右上に行こうとしてますが、プロペラで入れないので下に行きましょう。逆らってもフライゲージを無駄に消費するだけです。この無敵はちょっと注意です。ベルの次にコードを変えずに進んでしまうとくぼみに入って出られなくなります。必ず上に向かいましょう。狭い通路と多くの移動系の仕掛けが出ます。リングを回して使わずに抜けた方がいいでしょう。ボスのキャロッティアです。今回は壁が少ないので掴んで投げるのはあまり有効な手段ではありません。連打で攻撃するのを中心に立ち回りましょう。ミサイルはホーミング性能があるものの軌道の関係で離れていなければそこまで厄介ではないです。撃破です。今回は障害物がないこともあって戦いやすく、こちらがやられるリスクも少なかったですね。次のエリアはラストのダークキャッスルです。ついにウィッチカートの本拠地に殴り込みです。今までと比べて狭い通路に敵が多く敵も攻撃的ですが、ここまで来れたなら正直そこまで苦戦せずいけるとは思います。数や攻撃速度の関係で攻撃が来る前に倒すのが厳しいので全部弾を撃ち落とすつもりで攻撃連打で進みましょう。階段状に並んでいる敵は下から斜め上にリングを飛ばして対処します。位置取りと攻撃が弾に当たらないように注意。チェックポイント後は敵を落として風船で上がるか自力で上がります。風船は敵から奪うので確実性がないです。できれば使わない想定でいける方がいいですね。障害物の無限脇地帯は上から侵入して右下にその後右上に上がります。キャンディーは必須ですね。今更ですがこの無限脇速度を落とすと復活したものに当たる可能性があります。速度は普通か進路が確保できたら加速ぐらいで動くのがいいでしょう。背景に金網が見えたら次は上に行きます。ここは下が少し厳しいです。2体ほど砲台が天井にいるので弾を消しつつ倒します。トロッコは素直に乗りましょう。フライゲージ節約のためです。落下後は落とし穴になっているので早めに離れるのを忘れずに。トロッコから降りた後最初に見える風船で上に、その後目の前のポールに捕まります。これでキャンディーを取らないと絶対にゲージが足りません。ボールは3つあるのでどれかに捕まれれば大丈夫です。この辺りは下から上に来る攻撃が多いのでちょっと注意ですね。慣れないうちは食らいやすいかも。チェックポイントの後下の通路を行きますが、途中にあるスイッチは絶対に起動してください。起動しないと壁がそのままで激突します。久々に黄色いパネルが登場です。動いている時は当たり判定がありますので速度調整して抜けましょう。二輪地帯は重りを使って左に入れると完全停止できるので回転が終わってから降りて進みましょう。いよいよラスボスのウィッチカードです。ここでお知らせです。このボス一番弱いです。理由なんですがレールを移動する関係上待ち伏せが余裕なんですよね。
そして通路も程よく狭いので投げが有効です。これまでのボス戦で勝ててる人で投げというシステムに理解があれば余裕でしょう。そんなわけで倒しました。敗因は唯一地上を移動する乗り物を使ったことですね。どうしてこうなった？というわけでエンディングです。テイルスが飛んでいるだけの映像でその後のことは分かりませんね。今後についてですが、ゲームギアシリーズは短めの作品も多いので、今回のように分割なしで今後も上がるかもしれません。分割ありの場合はもっと早い更新を心がけますね。次回ですが、確定はしていませんが、短めで難易度も楽と言えるソニック1かソニック&テイルスを予定しています。発売日までに攻略動画を完成させますので、予習したい、攻略でつまずいたら参考にしたい方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。挫折する人が減るように役に立ったという場合は高評価で拡散もよろしくお願いしますね。ここまで見てくれた人にちょっとした情報をオリジンズプラスでそのまま使えるか不明ですが、ステージセレクトのコマンドを教えちゃいます。タイトル画面でキーの上を押しながらにボタンを押すとステージセレクトです。好きな場所から始められますよ。エンディングもそろそろ終わりので締めの挨拶です。それではご視聴ありがとうございました。また次回の攻略でお会いしましょう。